ジャニーズ WEST 桐山明人とジャニーズ WEST 中間淳太のレコメン。さあ、文化放送からお送りしてますレコメン。ここからはですね、永瀬廉君のレディオガーデンの時間です。さあ、今日はですね、廉君の段ボールのガムテープを剥がすのが苦手で、いつも格闘しているという話を受けて、リスナーからアドバイスをたくさん届いてるそうです。どうですか、お二人は段ボールのテープ剥がすのは得意ですか？得意も不得意もあるこんな強がんなって何に対してでもたまには剥がりにくいやつがあったりとか、でも今のやつって結構簡単に潰せるようになったしね。しかもなんか今あんまりガムテープを使わへん段ボールもできてるよね。そういう配達のやつビリってここ引っ張ってくださいみたいなミシン目がある。そう。さすが2人は段ボールに関しては段ボールで1時間は持つよね。俺らいや、すごい段ボール。なんなら家が段ボールできてるからね。今度招いてお願いします。さあ、というわけでございまして、レン君こんな感じでございます。こんばんは、キングプリンスの永瀬廉です。さあ、3日前に発表になりましたが、私永瀬廉、映画「真夜中乙女戦争」という小説家の実写で主演を務めさせていただきます。ありがとうございます。聞き覚えがあると思いますが、ありがたいことに主演を務めさせていただきます。まあすごい、なんていうんでしょう、この物語は、小説とか読んでてすごい思うんですけど、心に絶対とどまるような言葉がすごい並んでて、小説の中にそれぞれやっぱ抱えてる人々が抱えてる悩みってそれぞれ違うと思うし、その今のこの世代が、僕の世代が悩んでるような事柄をガッて固めた悩みを持ってるのがその主人公なんですよ。だからそこに共感できる部分が多いんじゃないかなと思います。ぜひお楽しみにしててください。お願いします。そしてね、先日ジャニーズウェブのブログの方で段ボールのテープを剥がすのが苦手と書いたところ、剥がし方がすごいラジオのメールの方にすごい送ってくださったみたいで、ありがとうございます。本当に。でその中の代表的なものが、まずドライヤーで温めてから剥がす、箱の側面をグッと押してから剥がす、少し切り込みを入れて開けるなど、すごいいろんな方法を送ってくださったんですけど、違うんですよ。そういうことじゃない。それは思いつきます、僕も。例えば少し切り込みを開ける。違う、そうじゃないと。物を取りに行って戻す過程がめんどくさいんですよ。だからこそ手で行こうとするんですよ。だからうまく剥がれないというか、なんか縦にまず入れてサイドに入れるじゃないですか。重なるじゃないですか、ガムテープというかテープが。そこがすごい嫌いで僕すごい嫌いで僕、縦の方が先に貼られてたみたいな、横から剥がしたけど縦が上からかぶさってるからこっちから剥がさなあかんかったみたいなさ、すごい分かりませんこの気持ち。ドライヤーとかわざわざ洗面所から取ってくる暇なんかないの、こっちは。残念ながら。で箱の側面グッとってあるんですよ、宅配のさ。全然変わらんねんけど、開けづらさみたいな。よく理解できんくて、ここを押してくださいって書いてあんねんけど、でうまく剥がせない。違う、物を使うとかじゃないっていう。いや、めっちゃわかると思う。だから俺はいつもちょっと汚くなるのを承知で、段ボール畳まないといけないじゃないですか、ゴミ出す時で。まず商品出して開く方をまずそこに置いて、上が止まってるじゃないですか。思いっきりパンチするんですよ、バーンって。瓦割りみたいな。それで無理やりこじ開けてます、最近は。それでも開かない時は踏みつけます。やりますよね、わかりますよね。カーンってこの拳のとんがってる部分で思いっきりバン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 叩いて、それでも開かないなっていう時は上から踏みつけて、それでも開かないなっていう時は開いてる部分を持ってズボンを履くようにさ、バーンって蹴る。それで諦めんかったらようやく道具に頼ります。もうこれは俺の持ってる手段じゃ開かないわっていう段ボールがたまにいるんですよ。段ボールレベルが高い100ぐらいの段ボールレベルマックスの段ボールがおった時はそうしてます。もうだからなんかベクトルがちょっと噛み合わんかったね、リスナーさんと。ありがとうございます。でも送っていただいて、結構こんな感じです、僕の段ボールの剥がすのが苦手っていうのは。でも共感してくださる方いっぱいいるんじゃないかなと思います。てなわけでレディオガーデン始めていきましょう。
リスナーの皆さんから届いた初メールを紹介していきましょう。大阪府はっちゃんさんからいただきました。レン君こんばんは。いつもラジオを楽しく聞かせてもらってます。私は毎日寝る前にジャニーズウェブのブログを見るのが日課となっているのですが、先日のレン君のブログを見て思わず笑ってしまいました。数日ブログ更新がなかった時、レン君忙しいんやろなとか疲れてるのかなとかいろいろ思っていたけど、そうでなくシンプルにサボってたと正直に書いて、こっちもそうなのかと納得。でもちゃんとごめんねと謝ってくれたり、ダジャレを入れてくれたり、レン君らしくてほっこりしました。メンバーの中でレン君が一番ブログを更新してくれていて、何気ない言葉の中には親しみがあり、コンサートでは会えなかったけど、永瀬のつぶやきで身近に感じることができて嬉しいです。レン君はタマさんや他のジャニーズメンバーのブログも読んだりしますか？ブログの中でのやり取りもあったりで面白いので、いろいろ読んでたら私はいつも夜中になっちゃいます。ファンのことを考えてくれてるレン君ありがとう。これからも応援してます。おやすみなさい。笑ってくれたらよかったよ。なんだっけな、ダジャレ入れたんですよ、ちょっとサボってたことに対して。なんつったんだっけな。そうだ、ごめんな最後高森だ。渾身の一発ギャグなんですけど、僕の中でこれ。でも、渾身っていうか、パッと思いついただけなんですけど、絶対こうやって音声とか動画に残るようなとこではもう言わないんですよ、そういうの。なんでかっていうと、滑るから。文面ってある意味無敵なんですよ。もうそれぞれが面白い解釈で多分捉えてくれるから、多分中にはもちろん滑ってる時もあるやろうし、クスッとしてくれるような方もいるかなと思って、だから結構文面ではふざけちゃうんですけど、まんまとはっちゃんさんは僕の策にというかダジャレに笑ってしまってますね。ガキ使ったらケツ叩かれてますよ、ほんま。笑ってはいけないから。でもそのメンバーの中でそうね、一番ブログ更新してるかな。だから目標が始めた当初ね、結構毎日目に投稿する、毎日じゃなくて毎日目っていう、約毎日投稿するのっていう感じで頑張ってて、ちょくちょくできてんのかなと、その目標を達成ながら。なんでやるかって聞かれると別に特に意味はないねんけど、ただ単に仕事がない実感ってあるじゃないですか。そういうので少しでもというかいう気持ちはあるのは正直なところですけど。タマさん毎日やってんすか？うわ、すごいよかった、俺毎日って入れんで。うわ、でもタマさんこそさ、だって毎日とか結構できなさそうなイメージあるけど、多分そういうところよね。意外と豆なんだっていう。タマさんがさ、岸くんばりに登場してない最近ラジオに。俺も頑張ろうじゃん、毎日タマさんやってるなら。こうやって喜んでくれるっていう人がおれたの知れてよかったよね。なんで更新してんのやろみたいな。俺もう癖になってたからいいねんけど、全然。でも実際こうやって生の声を聞けてすごいやってよかったなというか、だからといってブログの内容は変えるつもりはないんですけど、つぶやきたいようにつぶやいてっていう感じでいくんですけど、それでもいいという方は毎日チェックして更新した時はプラスな気持ちになってくれたらなと思います。神奈川県カラさんからいただきました。レン君こんばんは。突然ですが私には変な癖があります。それは某名探偵漫画が大好きすぎて、日常生活でも何かと事件に結びつけてしまうことです。飲み物をテーブルに置いて席を立つ時も、席を離れてる間に飲み物に毒を盛られたりしてとか、外出先で物に手が触れた時、これがもし殺人事件の凶器になったら私の指紋ついてるから疑われるかもとか、何でもかんでも脳内で勝手に事件を起こしてしまいます。もちろんそんなことは起こらないと分かっていますが、レン君はゲームの成績で日常生活に影響を及ぼすことありませんか？もしエピソードなどがあれば教えていただきたいです。好きすぎて日常生活に影響を及ぼすこと、ありますよ。例えばゲームのキャラが好きで、この人〇〇のキャラ似てるみたいな。でもかなさんみたいなさ、ここまではないかな。首を痛めたぐらい、首の捻挫ぐらいですよ。あとちょっと目が悪くなったすごい感じます、悲しいことに。中学生の頃あったかもしれないです。アニメでさ、忍者の漫画あるじゃないですか。ラーメンのさ、具材のキャラがいるアニメのやつがあって、あれの走り方って後ろにこうやるじゃないですか。あれの走り方はよくしてたよね、やっぱ小学生の頃は。
それを未だにしてるのが平野あの人はしてますね。ニャラジいつか忘れたけど鬼ごっこしたって話したやん。あいつ常にその走り方で逃げてましたよだからそういうのは俺は小学生やってたけど今はさすがにしてないですけど、平野は未だにしてます、やっぱそうさめっちゃ速いな。でもこの走り方でもすげえなと思いながら。じゃあ最後にこれだけ言わせてください。真実はいつも一つ。次のメールいきましょう。北海道白米好きはレン君に負けないかいちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。レン君こんばんは。最近一つだけ気になることがあるんです。それはどれにするか決めるときに言う言葉なのですが、どれにしようかな、神様の言う通りってあるのはレン君は知ってますか？友達の前でやったらそれ違うよと言われて、地域によってなんと異なるみたいです。私の地域ではどれにしようかな、神様の言う通り、謎々の柿の種です。レン君は何て言って決めてますか？教えてください。俺結構地域過ごしてたからいろんなあったで。どれにしようかな、神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、柿の種とか、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一丁撃ってバンバンバン、もう一丁撃ってバンバンバンみたいな永遠ループもあったし、でも地域によって全然違うのは知ってる。だからさ、ある貧血森の中干潮もそうやん。全然違うやん。で、俺の大阪のやつは、花咲くも花咲くの後がゴリゴリ下ネタなのよ。ゴリッゴリの大阪はもうどぎつい下ネタが一つあって、でもう一つ俺の知ってる方もソフト下ネタなのよ。俺が知ってるのはその2つだから。地域になって面白いのも、だからこれもそうやん。指上げるやつ、チッチのとか一世のおせとか指すまとか。大阪は最初はグーインジャンホイっつってたし、探偵っていう遊びあるやん。鬼と探偵に泥棒と探偵に分かれて鬼ごっこの脱出OKみたいな、それ探偵って言ったり軽泥って言ったり盗人とか言ったり、それの決め方もイーロハニホヘトチリ盗人ってイーロ若い探偵とかで分けてったりとか、結構地域によっていろんなやつがあるよね。いやーもう確実に森のくまさんは放送できないよね替え歌だから。もう小学生とかそういうさ、そうのがすごい好きやったからめちゃめちゃ流行ってて、なんか頭にこびりついてるわ。いろんな地方行けたからこそ面白かったよ。いろんなの知れて。はい、そんな感じでした。というわけで質問や感想、伝えたいことなどどんなことでもいいので番組宛てにメッセージを送ってください。宛先はエンディングで紹介します。それではここで1曲お送りします。King&Princeでラブパラドックス、どうぞ。